って近所さんご不在なんだよなんだけどその人のポスト開けてあかんよこれ普通にやったらダメだよ。もう相手の家に入っちゃったものだから泥棒さんになっちゃうからあやです。今日はあやさんに来ていただいております。あやさん最近めっちゃ怒ってるっていう出来事がありました。何に怒ってた、何が気になってたかというとメルカリですはい、メルカリです。あやさんメルカリ始めたのはだって2年生の後半だよ。売ったの初めて。もう2年間と1年半で、メルカリっていうのは未成年者でもできますと。ただその親の同意とかを得てねやりましょうっていう風にルール付けされてるので、あやさんが出品するとき買うときはもうママかパパが見てるっていう状態でやってます。さあその中でたった1年半ですよ。たった1年半でトラブル結構起きてます。メルカリを、やるでじゃんって思う人もいるかもしれないけど、メルカリってあやさんにとってやってどうでしたか？よかった。ママから見てもちょっとした社会勉強にはなるので、敬語の使い方とかやり取りとかそういう面を関しては多分いいことだと思うんですけど、やっぱそれにもリスクがつきます。今まで出品側でトラブルがあったのは全部どこを介して問題になってますか？郵便局。はい、郵便局です。今回起こったのをあやさんざっくりと話してもらっていいですか？そうなんか前回の事故があったで、普通郵便の時に破損とか紛失しても責任を取りませんよっていうのをその商品ページとプロフィールに書いた上で普通郵便に出品してたんですけど、普通郵便に送った時に紛失してしまってよね。ということです。めっちゃ詳しく話すとプロフィール欄が結構細かく書いてあるんですよね。こういうトラブルに巻き込まれるのが嫌だったので、それを一読して買ってくださいと、即決しずに一読して買ってくださいっていう風に書いてあったにもかかわらず、なんとあやさんが出品後1分で落札されました1分って絶対読んでないよねっていう話を親子でしてました。だけど多分よっぽど急いでたから欲しいんじゃないかって言って、あやさんもその日の郵便がもう終わってたので、次の日の朝一で投函しても持ってってもらったんですよ。そしたら相手からいつまで経っても連絡が来ないと思って、一度延長入って延長入れた時にくれたんや、向こうがね。向こうから商品届いてないんですけどどうなりましたかって言って、今頃言ってくるっていう話になったんだよね。本当に延長ギリギリやったね。どうしようと思ってこの日にちに出しましたと。私もあやさんがポスト持ってったのも知ってますし、こっちの住所もね2人で確認してるので、絶対落ち度はないと。またかどっかでなくなった、嘘だと思って、これ皆さん知ってるかどうかわかんないんですけど、追跡郵便でもなくても郵便局さんはお手紙が紛失化したかどうかっていうのを調べてくれるありがたいサービスがあるんです。でそれを知ってたので今回初めて相手の住所分かってたからね出しました。だからここからはねママと相手さんのしばらくやり取りなんですけど、まずその届けを出した後に郵便局さんがそのお家に行って調査します。さあ実際に届いてませんってなると、今度周辺のお家にこういう似たような郵便物届いてませんかっていうお伺いに行くらしいんですよ。でそれでもなかったらちょっと一回局に戻って中間地点、我が家から相手のお家までに中継する基地局があるんですけど、その基地局に迷子郵便がないかとか調べるらしいんですよ。1週間後ぐらいに電話がありました。郵便局、地元のね郵便局員さんの再現をすると、どういった経緯でっつって、メルカリなんですけど、だから相手様を知ってたんですね、届いてないかって言われて、そうなんですよって言って、で今こういう状態で調べてるんですけど、中間報告としては実質見つかってませんと、これからちょっとどんどん枠を広げて調べていこうと思うのでもう少しお時間くださいと。よければ中に何が入ってましたかってわかるかなと思ったらおじいちゃんだったのね、電話の人が。これでこれなんですけどご存知ですか？それですかって言って、それのこれなんですけど、なるほど、そういうのも需要あるんですねそうなんですよ、こちら当方では不要だったので出したんですけどって言ったら、
金券とかそういうものではないんで届くかなと思って出したんですけど、届いてないみたいで、ちょっとお相手様が心配をしているのでなるべく早くお届けしてほしいんですって言ったら、じゃあもう一度調べ直して後日連絡しますって言って、調べてくれることになったんですよ。でも3日ぐらい前かな、郵便局さんから手紙にて返事が来ました。で手紙の内容はもうこの冊子ですよね、とりあえず見つからんかったと。でもう保証対象外なので、ごめんなさいと、どこでなくしたかもどんな理由でどこ行ったかも分かんないですと、ただそういう調査結果が出たので申し訳ありませんっていうお手紙でした。でその旨を相手に伝えたんだよね。はい、ここからがプチ戦争でした。あやさん的にはパッと思うと、でももうそのまま終了。はい、全額払って終了してくれと。ママパパ的にはもう相手もかわいそうで半額ぐらいもらえたらいいんじゃないのって言って心づもりはしてたのね。だってさ、納得した上で買ってるんやろ。普通そうだよね。お店に行ったところでも商品を見て納得した説明文、このウールで洗えませんとか、そういうの確認して買うじゃんね。たとえ1分であってもね、でも確認してるだろうと思ってます。なんですけど、相手様からのメールの内容としてはパッと見えるところにそういう注意事項が書いてなかったから、こちらも全額払うのもどうかなっていう、それはあなたに落ち度があるんじゃないですかっていう言い分を言ってきたことに対して、あやさんは腹を立てました。そうだよね。普通商品買うときさ、最後まで見るのに見てなかったのはあなたのせいなのに、なんでこちらにそんな責任をかぶしてくるのってマジで意味わからんっていうのがあったので、半額で取引でもう痛み分けで結構です。ただお取引はうちらも郵便局さんとかのやり取りでお金も時間も費やしてますと。だから本当は半額っていうのはちょっと痛み分けになりませんよねっていう旨を書いた上で、商品を購入するにあたり商品のちゃんと確実にどんなものかって確認するのは買い手側の責任ではありますよねっていうのを明記してお届けしました。最終的にはね、半額で決着つきそうなんだよね。ちょっと最近ね、郵便局さんのねミスがね多すぎるので、今までね私人生生きててこんなに郵便局ミスするんだみたいなのはほんとここあやさんがメルカリ使い始めてから実感したことで、他の方もあるんかなそういうの。ということで我が家またメルカリっていうかメルカリ関係で事件が起きたっていう話でした。で、あやさんこれからの対策はどうしましょう？いや、どうしようもなくない？あんな気持ち悪い言い訳された。ママとパパから言えるのは、まずポストに投函するときにそれはやるわ。相手の住所と投函する習慣が見えるように証拠を取っといて、それはだよね。これはもう確実に私たちの責任じゃないです、私たちは投函しましたよっていう風に言えるような物的証拠を残すことが1点。2点目は対応としてちょっと AI を導入していこうかなと思ってます。私たちがイライラした文章のまんま相手に伝えても伝わらない部分があるので、一応ね AI 様にこういう文章で送りたいんですけど相手に伝わりやすい文章で書いていただけませんかって聞いて書いてもらうことにしました。今回からだよね、導入したのね。ただ相手もグーの音も出るのなく分かりましたって言ってね返事返ってきたので、そういうのもちょっと利用していこうかなと思います。でもいい社会勉強ではあるよね。こういう人もいるんだみたいな。頭おかしい。最初いい人だったのにね豹変するんだみたいなそのいい勉強だと思いますよ。社会にいっぱいいますからそういう人。今まで仲良くしてたのに 2,3 日後に態度コロって変える人とかざらにいるので、あやさんにもママたちにもいい勉強だったかなと思います。やめるとは言わないからママメルカリは。私あれないと推し活の資金稼げないね。推し活で迷子さんを発見したら迷子主にね、お届けするっていうのが今あやさんのメルカリ資金なので皆さんメルカリするときは十分にご気をつけて売り買いをしてください。本当に皆さんも郵便局被害ありますか？最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。バイバイ。でも追跡番号も当てにならないんだよ。やったじゃん1回、家から投函したはずなのに2日経っても追跡番号が載らなくて、なんで載らないのって思って、それ郵便局で問い合わせたんだよね。相手からも来るから
投函したんですか?」って「いつまでたっても乗らないんです」週の時に荷物が多すぎると追跡番号ピッとやらないらしいのね。あれやん。相手のお家近くに行ってから追跡番号が初めて乗るっていうことが多いので、もうしばらくお待ちくださいって言ったら1日後に乗ってよくもうそれさ、もう届く間際だよ。意味ねうちら的には、あ、今引き受けたんだな。あ、今ここ走ってんだ。そんな県まで行ったら、わお、明日ドクドク、あ、届いたね。あ、評価まだかな。楽しみなんだよね、あれね。意味はみたいな。追跡番号の。ね。っていうのはあったりするので、まあそれもそれでも問題かと思うけど、まあ自分の住所を晒した上で届けてミスが起きるよりかは、まあ今回のこともあるからね、なるべくね、匿名便っていうのを、ママ的には利用してほしい。